二つの巨大な岩がぶつかり合っているように見えるこの星の名はイータ・カリーナ。20年以上にわたる監視の中でこの星は宇宙の時限爆弾と言われています。他の星とは明らかに違う奇妙な構造、そして分厚いガスの中で起きている異常事態。謎に包まれたイータ・カリーナの正体を 4K の実写画像で見ていきます。イータ・カリーナ星雲を含むカリーナ星雲は龍骨座の東の端にある巨大なガスと塵の雲です。この画像は直径300光年もあるカリーナ星雲のうちたった3光年の長さしかないガスの柱を切り取ったものです。ここには太陽の50倍から100倍の質量を持つ星が少なくとも12個存在しています。星が死を迎えてまた新しい星が生まれる大規模な恒星の形成領域です。その内部にあるイータ・カリーナを目指して進んでいきます。イータ・カリーナは地球から約7500光年先に位置する星です。近づいていくと2つの丸みを帯びた赤いもやが連なって見えます。これは1995年にハッブル宇宙望遠鏡が初めて撮影したイータ・カリーナのカラー画像。赤色のフィルターと近紫外線のフィルターを通して撮影された画像が合成されたものです。紫外線で見ると周辺に激しくほとばしるガスや塵が浮かび上がります。青色で表示されたガスにはマグネシウムが含まれており、赤色で表示されたガスは衝撃波で加熱された窒素です。この画像も十分派手ですが、別の画像では何本もの赤い光線が放射状に伸びて、より幻想的な光景として映し出されています。これは望遠鏡の構造によって画像に映り込むことがある光の筋です。一見するとゴツゴツした岩石惑星が衝突しているような形をしています。しかし、これはイータ・カリーナの本体ではありません。イータ・カリーナが吹き出した物質によって形成されたひょうたんのような巨大な殻なのです。イータ・カリーナを包み込むガスの層はホムンクルス・ネビュラと呼ばれています。こちらが NASA によって作られたホムンクルス・ネビュラの 3D モデル。球状のガスの雲が2つ重なっており、突起、溝、穴などかなり細かい形状まで明らかになっています。その長さは2014年の時点で約1光年。誕生した瞬間から時速210万 km 以上という恐ろしい速さで膨張していきました。このような不思議な構造が形成された理由はイータ・カリーナの壮絶な歴史が関係しています。1677年、イータ・カリーナはイギリスの天文学者であるエドモンド・ハレーによって初めて天体カタログに登録されました。その時のイータ・カリーナの明るさは4等星。星の明るさを表す単位として等級という概念があります。1等星から6等星にランク分けされており、数字が小さくなるほど明るい星です。1等星違うと明るさは 2.5 倍変わり、0からマイナスまでのさらに明るい星も存在します。イータ・カリーナの4等星という明るさは、肉眼で見える星の中でも暗い方の星でした。ところが、1751年に観測された時には 0.1 等星、翌年にはマイナス 0.1 等星に変化。その後、一時的に1等星まで暗くなったものの、1843年には地球から見て最も明るい恒星であるシリウスに次ぐマイナス1等星にまで明るくなりました。地球からわずか 8.6 光年の距離にあるシリウスと7500光年離れたイータ・カリーナの明るさがあまり変わらないというのは普通ではまず考えられません。この観測結果から推測された当時のイータ・カリーナの明るさは太陽のおよそ2500万倍。
一時的には天の川銀河で最も明るい恒星になった可能性すらあります。この異常としか言いようがないほど高度が上がった頃、イータカリーナは自らを滅ぼしかねない規模の大爆発を経験しました。大爆発によってイータカリーナは太陽の質量の10倍から45倍に匹敵するガスを放出。ガスの噴き出したスピードは最大で秒速 6000km、高速の50分の1に達したと言われています。この膨大な量の物質によってホムンクルスネビュラが形成されたのです。なぜこれほどの規模の爆発が起きたのでしょうか。その謎は動画の後半で解説するイータカリーナの衝撃的な過去を知ることで明らかになります。これは NASA が作成したホムンクルスネビュラの内部のシミュレーション映像です。いよいよ分厚いガスの層を抜けてイータカリーナに接近していきます。これがイータカリーナの真の姿。イータカリーナは連星系なのです。連星とは2つの恒星が重力で結びつき、お互いの共通の重心の周りを公転している天体のことを指します。2つの恒星のうち、明るい星が主星、暗い星が晩星と呼ばれています。太陽は単独で輝いていますが、イーサによると宇宙にある恒星の3分の1が連星です。先ほど紹介したシリウスもシリウス A とシリウス B の連星になっています。もっともシリウスの場合、シリウス B の燃料が尽きて寿命を迎えたため、その姿はシリウス A の明るさに隠れてほとんど見えません。お互いにそれほど影響を与えず淡々と回り続ける連星もありますが、壮絶な最後を迎える連星もあります。これは高温で明るく質量も高い連星の進化をシミュレーションした映像です。こういった大質量の星は最大で太陽の100万倍も明るく輝き、約1000倍という猛烈な速さで年老いていきます。恒星は核融合反応を使う燃料を失って寿命を迎えると急激に膨張していきます。最初に膨張するのはより質量が大きく明るい星の方です。膨張した主星の表面が晩星の重力の影響で引っ張られ始めると、主星の形は少しずつ歪んでいきます。この時、晩星は主星のガスを吸い上げるようになり、ガスを剥ぎ取られた主星は縮んでいきます。ガスを受け取った晩星は高速で回転し、重力の差によって潰れた楕円形になっていきます。小さくなった高温の主星は中心部で重い元素を使ってひたすら核融合反応を続けます。そして超新星爆発。取り残された晩星もやがて膨張し、太陽の何百倍も大きい星に成長します。最終的に2番目の星も超新星爆発を起こします。恒星の質量や互いの公転軌道によって連星の未来は大きく変わるのです。おそらくイータカリーナも同じような結末をたどるでしょう。主星であるイータカリーナ A の質量は太陽の約90倍で明るさは500万倍。それより小さい晩星のイータカリーナ B も太陽の約30倍の質量と100万倍の明るさを持っています。これは地球から1万光年以内にある星の中では最も明るく、銀河内で特に質量が大きい恒星の一つです。2つの恒星の大きさは地球からの距離が遠いことや分厚いガスに阻まれていることなどが理由で、かなり大雑把な推定値しか出ていません。それでもイータカリーナ B は太陽の直径の30倍、イータカリーナ A は60倍から240倍と推測されています。これほど大きい恒星が互いの周りを回り続けていると考えると、あまりのスケールの違いに圧倒されるばかりです。イータカリーナ B は潰れた楕円軌道で回っており、5年半ごとに接近します。最も遠ざかる時の距離は太陽から海洋星までの距離にほぼ等しいおよそ45億 km。
最も接近する時の距離は約2億2500万 km。これは火星と太陽の平均距離とほぼ同じです。シミュレーション映像を見ると、2つの恒星から凄まじいエネルギーがほとばしっているのがわかります。これは恒星風です。恒星の表面から常に噴き出しているプラズマの流れを指し、太陽も太陽風という形でエネルギーを放出しています。イータカリーナ A は時速約160万 km で恒星風を吹き出し、1000年に一度のペースで太陽一つ分に相当する質量を失っています。一方で、イータカリーナ B の恒星風は、イータカリーナ A の恒星風より薄いため、A の恒星風に押し戻されて、後ろ側に流れているのがわかります。大質量の恒星同士のエネルギーが休むことなくぶつかり合う灼熱と暴風の恐ろしい世界です。質量の大きい星ほど不安定になるため、寿命は数百万年程度とかなり短くなります。太陽の90倍という質量を持つイータカリーナ A は、近いうちに超新星爆発を起こす恒星の有力候補であり、もはやいつ爆発してもおかしくありません。しかし、先ほど述べた通り、イータカリーナはおよそ180年前に不自然なほど明るくなりました。新しい観測結果によると、爆発によって放出された物質は天文学者の予想を最大20倍も上回る異常な速さで膨張していたそうです。それこそ超新星爆発を連想させるほどの衝撃でした。あれほどの爆発を経験しながら、なぜイータカリーナは現在も生き残っているのでしょうか。天文学者が導き出した仮説を再現したものが、このシミュレーション映像です。画面には、互いに近づいて回る2つの大きな恒星だけでなく、より遠くを回っている3つ目の恒星があります。イータカリーナはもともと30連星だったというのです。最も質量の大きい恒星が寿命を迎えると、膨張を始め、近くを回る恒星がそのガスを吸収します。この時、ガスを吸収して明るくなった恒星が現在の主星であるイータカリーナ A。ガスを剥ぎ取られて小さくなった星が伴星であるイータカリーナ B です。今回は最も外側を回る恒星を C と呼びます。質量が移動したことで重力のバランスが変わり、30連星系は一気に不安定になりました。それによって B は A の元を離れて外側を回る C に接近。重力の影響で再び軌道が変わったことで B は大きく外側に飛んでいき、 C は A に飲み込まれます。この時 B は画面外に弾き出されたように見えますが、依然として A と重力で結びついたままです。C と A の合体によって超新星爆発に匹敵するほどの大爆発が起き、吹き出した物質によってホムンクルスネビュラが形成されました。合体した初期の段階で吹き出した物質は2つの恒星が接近するにつれてゆっくりと膨張します。その後、2つの恒星の内側まで合体すると100倍の速度で物質が放出されます。その物質は初期の段階でゆっくりと吹き出していた噴出物に勢いよく衝突しました。異なる速さで放出された物質同士が衝突したことでガスが急激に加熱され強い輝きを放ちます。これこそがおよそ180年前に地球で観測された異常な光の正体なのです。爆発が落ち着いた後も遠い距離まで飛ばされた B は何事もなかったかのように5年半の周期で A の周りを回っています。1840年代に大爆発を起こしたイータカリーナは異常な発光が嘘だったかのように暗くなっていき、1868年には空から姿を消しました。ところが1990年代になると再び高度を増し、肉眼でも見えるようになります。1998年から1999年頃にかけて明るさは再び倍増しました。
NASA の X 線望遠鏡はおよそ180年も前に起きた爆発が未だに時速約740万 km で宇宙空間に広がり続けている様子を捉えています。イータカリーナが超新星爆発を起こせば以前とは比べ物にならない規模になることは間違いありません。NASA によると、イータカリーナ A が爆発した場合、最大等級は約マイナス10等級になります。満月がマイナス 12.8 等級なので、地球からでも夜空を彩る花火のようにはっきり見えるでしょう。それによる生物への脅威や地球の大気への悪影響はほとんどないと言われています。爆発するのは明日か、100万年後か、もしくはすでに爆発しているのか。もし今この瞬間爆発しても答え合わせができるのは7500年後です。